おはようございます。いい加減配信。お騒がせ YouTuber、無責任 YouTuber の UFO チャンネル、UFO です。令和5年3月27日月曜日です。7時半過ぎました。お忙しい最中かと思いますが、今日は千利休の命日みたいですね。お茶を茶道にした大変な方でしたね。結構なお手前です。今日はですね、アルバイト休みで、夜中にちょっと起きて、いろいろしましたけど、今日一日は歯医者へ行くぐらいで、あとは畑仕事で晴れそうですので、今日は久しぶりにいいお天気なので、ちょっと用意してた。もう畝も切ってあるし、種芋も芽をだいぶ出してますし、わらばいも作ったので、種芋の、じゃがいもの、植え付けをしようと思っております。で、かみさんもお休みですので、あうんの呼吸で過ごしたいと思っているんですが、今日ちょっと、お話ししたいなということは、自分の病気についても関係あるんですけれども、統合失調症ですね。割と私のスピリチュアル関係の友達の中には、Facebook とか、の記事を読んでても、統合失調症の人は、結構その、毛のある人が何人かおられて、100人に1人ぐらいの割合で発症するらしいんですけども、昔はもう、座敷牢みたいなとこにいられるような病気でしたけど、今、発達障害とか、いろいろ、メンタルな関係の障害みたいなのがあって、一概には言えないんですけども、体の病気とは違うので、はその、はっきりとしたことが、なかなか他の人から理解されない面があって、それで苦しむ人は多いように思いますが、実際日常生活がままにならない人もいるので、その辺がなかなか辛いところですけれども、うーん、結構選ばれた人っていうことでもあると思うんですね。で、人にはない、特別な、なんていうのかな、アンテナみたいなのがあって、見えないところの世界っていうか、幻聴が聞こえたら、僕の場合は幻聴はあまりないんですけど、妄想が勝手に、動くんですね。で、たくさんの人格みたいなのもありますし、全然関係ないものを結びつけちゃったりするんですよ。
から、あの、目は口ほどに物を言うとか、鼻が利くとか言いますね。共感覚、今日は共感覚について話しようと思うんですけど、えー割と僕の場合は、共感覚が、あるんではないかなって自分のことを思ってるんですね。で、言葉についても、まあ、勉強してきたり、遊んできたので、うん、そこのところで、音を言葉に変えるとか、色を見て、それを、え音にするとか、こういう配信ですね。え絵も描きますので、ないところのものを色に、色即是空即是色っていうのがありますが、そういう世界があるかなっていうのもあります。で、えなかなか言葉では、伝えきれないところが多いので、その辺が、これからどういう風になっていくかっていうところなんですけど、一つはテレパシーみたいなことも考えれると思うんですが、それは誰でも彼でもということではないので、すごい狭い範囲の仲間内の中で、そういうことになっていくんではないかと思うんですが、例えば、言葉にしても俳句なんか短い言葉で、え深い世界も表現できます。え長年の、すごい和歌からの伝統で、和歌の流れで、枕言葉とか、歌枕ってあるんですけど、そういうような、先人が、読んだ句に、本歌取りしたりして、繋いできた、バトンを渡してきたようなのがあって、うーん、花といえば今、桜っていうことになってるんですね。決まり事みたいなものができてんですね。で、梅なんか日本は花は、平安時代ぐらいから桜が、花になったみたいです。その前はもう梅しかなかったんですね。梅が、あの、花見の対象だったんですけど、俳句の季語では花の兄とか言ったりするんですね。この前友達とドライブ、車乗ってて、菜種梅雨だねって言ったら、あ、そうなんやって言って、で、桜はなんて言うのって言われたから、そういうのないのって言われたから、それは花の雨になるねって言って、そういう話をして、今思い出して話したんですけど、で、その季語があって、そこに五七五の、あ枠の中で、また自分の思いを表現するんですけど、省略っていうのが必要で、で、読み手によって、決まる文学でもあるんですね。読み手と読み手があって、読み手の俳句を作る人は、ごんべんに A って書く読みで、受け取る方は、
ものを読む方の読み手なんですけど、読み手と読み手の掛け合いで、それこそあうんの呼吸で、あ、この句はいいってことになっていくんですね。その辺は面白いなと思うんですけど、そういうやりとりですね。それとか、方言なんかは本当に前にも言いましたけど、東北の方のね、寒いところ、あんまり口をこう開けれないような寒いところでは、どさ、ゆさっていうんで会話がするんですね。どこ行くんだって、お風呂へ行くんだっていう、どさ、ゆさって会話になるらしいんですけど、本当に短い言葉で通じるんですね。その狭い地域の中ではそれで、通じていくってことで、ここからだんだんそういう風になっていくかなって、経済の仕組みについても、地域通貨とかありますので、地域通貨なんかはその地域でしか流通できないんですね。貨幣の代わりになって。で、今暗号通貨とかもありますから、そういうのもあまり多くのところでは、やっぱり信頼関係があるので、じゅうーん、難しいだろうなと思うんで、もう本当に、本当そこんとこは信頼関係になると思うので、あの、こうなるっていうことは言えないと思うんですけど、私の話を信じる方はそういう世界は本当に来ると思うんで。もう、22分になっちゃうよね。うん。そういうわけで、言い足りないところは、あうんの呼吸で受け取っていただけたらありがたいです。それでは、Have a nice day, goodbye. UFO チャンネルお願いします。ありがとうございました。